やはり世の中には分かっていても回避できないことというのがある。星屑が大気の摩擦で燃え尽きるのを止められぬように、子供の頃宝物にしていた石ころがいずれはただのガラクタだと気がついてしまったようにだ。全く予想しない角度から実に教師らしい仕事が舞い込んできた。呼び出された理由は分かっているな、いろは。もちろん、ついにたっちゃん先生も、うちにラブを捧げてくれる気になったってことだよね。わざわざ呼び出してくれるなんて、告白しか考えられないし、キャーもう、達也ったら、大胆すぎっしょ。だったら校舎裏か屋上へ呼び出す。なんかすごいベタやな。俺は表情を変えず、いろはの前に無言で答案用紙を押し出した。そこには新学期早々に執り行われた実力テストの結果が記されている。やだ、夢も希望もないガーン。現実から目をそらすな。テスト終わってすぐのタイミングなんだ。お前もうすうすは感づいてたんじゃないか。好きな人に呼び出されたんだよ。ちょっとは期待するじゃん。それに、たっちゃん先生にうちの成績知られたのがショックなんだもん。ちょっとは現実逃避させてよ。この反応からわかるように実力テストの結果は惨憺たるものだった。それどころか1年の頃から赤点を連発してたのか。お前よく進級させてもらえたな。うわ、追い打ちで古傷までえぐってきた。どうして1年の頃の成績まで知ってるわもちろんお前の担当だった先生からあらかじめ聞き出しておいたんだ。け？もうなんで教えちゃうかな。個人情報は保護されるべきなんじゃないの？いろはは早くも机に肘をついて頭を抱えてしまう。いいのか、このままじゃまた補習を受ける羽目になるぞ。1学期に赤点を取ると夏休みの間ずっと補習だ。もうほっといてよ。だってたっちゃん先生はうちの担当じゃないじゃん。もしそうだったらもっと真面目に授業受けてるし。いや、もし夏休みに補習になれば担当は俺になる。なんで？なるほど。不条理にも思えるが、休日出勤を強いられるのはいつだって、非常勤講師の役割なのだ。それ補習になれば夏休みも毎日たっちゃん先生に会えるってこと？あのな、こっちは休日出勤なんかしたくないんだよ。しかも残業代も特別手当もなし。日本一働き方改革が遅れているのは教育現場なんだ。俺は血の涙を流す勢いで訴える。うわー、生々しいな。とにかくお前も2年生になったんだ。後輩たちの手本になるためにも改善を要求させてもらう。そんなこと言われてもさ。ほら、うち勉強苦手だから、特に暗記とか全然無理だし、あんまり期待しないでほしいかなって。そんなこと誰が決めたんだ。学生の口から聞き捨てならない言葉が出て、つい声のトーンが変わってしまう。やだな。急にマジになんないでってば。びっくりするじゃん。いいか、いろは。苦手だから無理だったから、無理だとか、そんな風に自分を決めつけるのはよせ。むしろお前にできないはずがないだろう。ああ、そりゃたっちゃん先生は先生だからさ、そう言ってくれるのかもだけど、実際うちの成績悪いから呼び出したわけじゃん。そうか、なら聞かせてくれ。
お前の友達の名前を一人ずつ思いつく限りいい。なんかこの会話の噛み合ってない感なんなんだろう。まあいいけど、ヨンピでしょ、エミルンでしょ、レンミョンにフーミャンに。いろはは友達に独特なあだ名をつけているようだが、スラスラと30人以上の名前を挙げた。それから前の学校の友達もまだグループ維持してて。いや、わかった。よく遊びに行く場所やお店の名前はどうだ？それにもいろはは近くの繁華街やカラオケやスイーツショップ、ファッションショップやクラブにネイルサロンなどの名前を次々と挙げていった。クラブは未成年入れるんか？最近できたお店だからよく行くってわけじゃないけど、今一番お気に入りのとこがあって。いろはすごいじゃないか。何が？またキャラ変わったな、達也。ほら、学校でやる社会科ってのはほとんどが暗記だろ？だからうちは歴史とか地理とかは苦手なんだってば。何言ってる。友達の名前をそれだけ覚えられるやつが歴史上の人物を覚えられないはずがない。地理だって同じだ。覚えるのは場所と名前だろ。お店の名前や遊びに行く場所をお前はそんなにたくさん知ってるじゃないか。だってそれは勉強じゃなくない？みんなで遊びに行くのは楽しいし、自然と頭に入ってくるだけだし。そうだ、人間は誰でも楽しいことは覚えやすい。だからいやいややってることは覚えも悪くなる。これはゲームやスポーツにのめり込んでいて成績が悪い子なんかも同じだ。似たような名前のよくわからん魔法や村の名前をあんなによく覚えているのに暗記が苦手なんてあるか？あるんだよな。あるんだよな。俺がまさにそうなんだよな。ダメなんだよ、記憶が。かといって好きじゃないわけじゃないんだけどな。スポーツのルールや戦術だって結構複雑で素人にはさっぱりだったりするだろ。このタイプの子は興味を持たせてやることさえできれば簡単に能力を発揮してくれるもんなんだ。急になんか教育者みたいになったな。苦手意識が邪魔をしているだけでお前はやれば必ずできる。お前は現にできる力を持っているはずなんだ。たっちゃん先生、さすがに言い過ぎだってば。なんだかんだその気になってきちゃうじゃん。わかった。ホワイトアルバムだ、この騎士官は。単純で助かるよ。だから決して適当なことを言ったつもりはない。どんな場合もやる気にさせて乗せてやれるかどうかで結果は大きく変わるものだ。教師にとって一番大切なのは楽しさを教えてやれることなんだろうな。教える側の影響はやはり大きい。絵だって同じだ。まあそうなるわな。いやいややってるような人間にろくなことは教えられないだろう。そこでイロハは思い切ってというように口を開いた。だったらさ、勉強たっちゃん先生が教えてよ。それならうちも頑張れると思うし。ダメかな。まあそうだな。他に休日出勤を回避する方法はないか。いいんだ。でも残業代出ないんしょ。どうせただ働きするなら意味があった方がいいからな。真面目なんだからそっちの方でいいんじゃないかな。正直。補習を受けて進級はできても赤点だったことはしっかり内心に残される。反対に赤点を回避できれば努力で成績を回復させたことが記録として残るはずだからな。
結局は後で頑張るか先に頑張るかの違いでしかないのかもしれない。それでも周囲の評価というのは全く変わるものなんだ。だいたい自分で頼んできたんだろう。子供は大人の事情なんか気にするな。マジなんか俺自分に言っとるやつだよな。全てがそうだもんな。達也がその絵から逃げとる話に全て通ずるよな。これって絶対。そうだけどさ、だったら最初から休日出勤がとか残業代がとか言わなきゃいいのに。それ悪かったな。だから安月給でこき使われる身としては口の一つも言いたくなるのさ。学園も働き方改革してくれるといいね。ともかくも早速教科書を開いて予習復習に付き合ってやることにした。だがイロハは俺の説明をちゃんと聞いているのか、やたらニヤニヤ笑っている。うち成績悪くてラッキーだったかおい。も。だってやっぱりたっちゃん先生はなんだかんだ言ってうちを助けてくれるんだもん。しっとりと温かな瞳に見つめられ、俺はなんだか居心地が悪くなる。休日出勤を回避するためだ。もっと幻滅してくれてもいいんだぞ。それは無理かな。だってうちはもうたっちゃん先生のかっこいいとこ知っちゃってるわけだし。単なる錯覚や見当違いなんてよくあることだ。そうかな。だって心の中にあるものは減ったりなくなったりしないしょ。優しい人はさ、どうあがいたって優しさを捨てたりできないんだよ。だから頭の中で大変だ、無理だ、面倒だっていくら考えてても最後にはいつもつい助けちゃうんだ。いくらなんでも買いかぶりすぎだ。自分の話をされてる気がしないぞ。たっちゃん先生こそうちにできる力があるとか言っちゃうくせに。どうも口では勝てる気がしない。やはりイロハのやつ地頭はいいんだろうな。まあうちはさ、変に優しい自分やかっこいい自分をアピってこないとこもたっちゃん先生の可愛いとこだと思うし。おっと失礼。あのな、俺くらいの年の男なんてお前からすればおじさんみたいなもんだろ。そんなの一旦スキピになったら関係ないし。それに絶対年上の方が可愛いと思うけどな。可愛いの意味が俺とお前で全く違う気がしてならんぞ。若者言葉に触れるとこっちはむしろ年の差を感じてしまうのだがな。そういや、さきぴも結構悩んでたよ。あの子にだけガチな条件出したらしいじゃん。たっちゃん先生って絵に関してだけは異様に厳しいよね。待て、さきぴだと。入学式の日に絵を教えてほしいって頼みに来てたじゃん。詐欺のことか。そんでさ、聞いて実は昨日の夜ばったり駅前で会っちゃってさ、すごくない？さきぴみたいな子がこんな遅くまで遊んでるなんて意外？それにもううちら友達みたいなもんだと思ったし、先輩として一応声かけてみたんだ。ほう、そういう先輩はそんな遅くまで一体何をしていたんだ？バイトとかみたいな。実力テストも終わったし、久しぶりにみんなで派手に盛り上がりすぎちゃったとかじゃないよ。法則では夜遊びはもちろんバイトも名目上禁止になっているがな。ごめんってば。体
ラオケ延長しようって言っちゃったのもうちでした。まったくいいから勉強に集中しろ。暗記物は予習復習するだけでいきなり楽になるもんだからな。いろははしゅんと肩を落としながらもようやく教科書に視線を戻す。まだ学生なんだ。本音では玉の息抜きぐらい見て見ぬふりをしてやりたい。だがせっかく自分から教えてほしいと言ってくれたんだ。今は勉強の妨げになるような雑談は控えるべきだろう。ただ俺もハリボテ教師の仮面をかぶり続けているのに耐えられない程度には動揺を感じていたらしい。それで駅前というのはどこの駅のことなんだ？さっきを見かけたんだろう？いろはは何やら嬉しそうににんまりと口元をほころばせる。ほらね、やっぱりたっちゃん先生はなんだかんだ言ってもつい助けちゃう人なんだよ。違うな。入学したばかりの1年生が夜遊びを覚える前に注意してやるのも教師の役目。そんな形ばかりのお題目さえ今は口にする気にはなれない。サキが深夜に街を徘徊しているだと？しかも偶然会ったイロハにまで悩みを打ち明けるとは。1枚あたり100万円と条件を出してからすでに数日、まだ諦めていなかったというのか？だとしたら俺はサキのことを少々甘く見ていたことになる。だが一方でただの考えすぎだ、ありえないと笑う自分もいた。今更そこまで俺にこだわるような人間がいるとはどうもしても信じられないのだ。四角い窓に切り取られた夜がカーテンの隙間から窮屈な顔を覗かせていた。あ、酒がないな。冷蔵庫の中は空。台所には空のペットボトルばかりが並べられている。空のボトルばかりが並べられている。先日気に入りのウイスキーが売り切れていたせいで買ったウォッカ系のカクテルが入っていた瓶だ。つなぎのつもりで1ダースほど持ち帰ったのだが、これがウォッカかと思うほどアルコールが薄く、なかなか酔えなかったのを思い出す。おかげさまでまたも飲みすぎてしまったらしい。だから参ったな。確か店員はいつものウイスキーは入荷に来週までかかると言っていたぞ。まあ、出た。たまには駅前の鳴代右でワインでも買ってみるか。そんなぼやきも家具の少ない空っぽい空っぽの部屋にどこか言い訳じみて響く。今日はやべえな。全然読めない。わざわざ出向いたからといって運よくさっきと出くわせるかどうかなど、分かりはしないというのにな。マンションを出るとたちまち冷たいやきに頬を叩かれる。俺はシャツの襟を立てながら風の中にまだまだ冬の名残が溶け残っているのを感じていた。俺があの子に感じているのはおそらく負い目だ。だからイロハの言うような優しさとは違う。優しい人間はそもそも100万なんて馬鹿げた条件など出しはしないんだから。街にもだいぶ人が戻ってきたな。少し前に流行った疫病のせいで当時この時間はどこも閑散としていたもんだ。そういうの入れるんだ。そもそも酒類の提供さえ自粛され、スーパーだって開いちゃいなかった。だが今や夢見るバンドマンたちがギターを片手にオリジナルの楽曲を思うさまシャフトしている。
その隣にはシルバーアクセを売る露店、拾った雑誌を売る不老者たち、大きな声で笑う女の子たちが香水の匂いを振りまきながら通り過ぎていく。そんな中、ふとテレピン油の懐かしい香りを嗅いだ気がして、つい吸い寄せられてしまう。露店で油絵なんか売ってるのか。100円ショップで買ったらしい網目状のディスプレイ用ラックにいくつかの作品が展示されていた。どうやら自分の作品を販売しているようだが、この辺りでは絵の露店なんてまず見ない。物珍しさも手伝って、俺は店主に気づかれないようラックの影に隠れながらこっそり鑑賞させてもらうことにした。ほとんどが人物画のようだが、少し難しいことに挑戦しすぎているな。むしろ数点しかない風景画の方に才能を感じた。この作家は俺でさえ感心してしまうほどの観察力を持っているようだ。だが惜しいな。おそらくこいつはネットか何かで学んだだけで特定の視を持たないのではないか。今の時代、技術的なことだけなら、動画で分かりやすく解説してくれるようなプロが5万といる。ただ、どうも、線遠近法と空気遠近法を別の人がアップした動画で学んだような印象を受けるのだ。やりたいことはわかるがやりすぎだな。余計なことをしているせいで絵の主張がぼやけている。ちゃんとした師に習っていればすぐに注意される程度の無意味な勘違いだが、独学ではこの手の思い込みは修正できないもんだからな。何より値段設定で無茶しすぎている。1枚3万だと。悪いがあんたの絵は描くのが好きなだけの美大でも出ていない素人の作品だ。才能こそ感じるものの、やはり若い頃にちゃんと学ばなかったのが痛い。持って生まれた観察力を生かしきれていないのだ。これはせいぜい2、3000円の作品だろう。だから逆にそこさえしっかりしていれば30万をつける作品にすることだってできたのに、お前はなぜちゃんと習わなかったんだ。振りがなんかすごいな。芸術の世界では少しの差がとてつもなく分厚いもんなんだぞ。なのにせっかくの才能を持ち腐れにしている感じが絶妙にイライラさせられる。くそ。一体どんなやつが描いてんだ。はい？いえ、似顔絵を描いてるわけではないのですが。わかりました。1ヶ月後に取りに来てくださるということでしたら描かせて。ええ、絵の具が乾くのにそれくらいかかるものですから。待ってください。速乾剤を使えば1週間くらいで。この声はまさか。あけびさん、何をしているんだ？鍋島先生。はい、絵を売っていました。それは見ればわかる。そういうことではなくて、ちゃんと許可を取っているのか？許可ですか？申し訳ございません。ひょっとして学校に申請が必要だったんでしょうか？でもバイトは禁止されていますが、校則にも自分で描いた絵を売ってはいけないとは書かれていなかったような。なるほど。バイトが禁止されているから代わりに絵を売っていたと。だがまだ自分の中の狭い世界のルールにしか思いが至らないらしい。申請が必要なのは学校じゃない警察だ。先にそれをまずあれだろう。まあいいか。さっさと片付けろ。見つかったらとっ捕まるぞ。話はそれからだ。どうやら私の勉強不足だったようですね。勝手に露店を出すのが道交法違反になるなんて。でも路上ライブや拾った雑誌を売るのに警察が許可を出しているんでしょうか？それは知らん。
取ってない者もいるだろうが、こちらまで法を犯していい理由にはなるまい。あれから大急ぎで露店を片付け、俺はサキを、連れて近くのファミレスに来ていた。もちろんきちんと事情を聞くためだ。一つ間違えれば補導されてもおかしくなかったんだからな。だがサキはオレンジジュースをストローで上品に吸い上げ、どこか浮かれているようにさえ見えた。で、あけびさん、いつから何のために露店なんか開こうと思ったんだ？それを言っちゃうそれを言っちゃうお前が。昨日までは準備や下見をしたりで、お店を開いたのは今日が初日です。それに先生がおっしゃったんですよ。100万円だと。予想はしていたが、やはり金を条件にしたのは失敗だった。この件は俺に責任がある。責任取れよ。絵というものが予想以上に高く売れるものだということも教わりましたし、これが一番だと判断しました。何？絵の値段の設定まで俺の話を参考にしていたのか？はい、私の絵など先生の1000分の1くらいだろうと。あとはできるだけ早く目標を達成したかったので、少し上乗せしちゃいました。サキは小さくペロリと舌を出す。いけませんでしたか？いけなくはない。絵というのはいくらで売ったって構わないものだからな。ただし買う人間がいればという条件がつく。実は絵を高く売るにも戦略があって、良くも悪くも俺のそばにはその手の立ち回り方に長けた人物がいたのだ。お前の絵は3万で売れたのか？それがまだ1枚も。サキが小さく肩を落とすのを見て、俺は内心ほっとさせられていた。それでいい。ひとたび実力以上の値段で売れてしまうと、タッチの良くない成功体験に後々まで引っ張られることがあるからな。絵で稼ぎたいんなら、ちゃんとした先生に習った方がいい。大変かもしれないが、美大に入って同じような夢を持つ友達と切磋琢磨する方が近道だ。私は別に絵で稼ぎたいわけではありません。先生に絵を習いたいんです。お金はそのために必要だと言われたから。やはり俺はこの子の思いを甘く見積もっていたらしい。だがどうして俺なのか。君は俺の過去を知っているんだろう？おおよそは。だから鍋島先生が自分の過去を隠していきたいという気持ちも理解はできるつもりです。思った通りみんなの前でははっきりと口にしなかったのも察してくれていたからか。なら君は俺を憎んだっておかしくないはずだろう？先生こそ私を恨んでいらっしゃるんじゃないですか？何？でもここまでの情報を精査すると、まあ先生は金稼ぎのために師匠の絵をトレースしてね、荒稼ぎして、でそれを察した師匠があかんくなってっていう感じに思い至るけど、そんな単純な話かな？私ショックでしたけど、考えてみれば当然で、だから厳しい条件をつけられたのも仕方ないと思っていますし、私本当に先生のためなら何でもできるつもりです。さっきはテーブルの上に身を乗り出すようにして思い詰めた瞳で訴えてくる。おじさんと女子高生の揉め事に周囲の客も何事かという目を向けられてしまう。おっしゃってさえくれれば、先生が求めてくださるなら、私の全てを先生になら。待て、落ち着いてくれ。
誤解を受けるような言い方はよすんだ。だいたいなぜ俺が君を恨むんだ。先生こそわけのわからないことをおっしゃっています。だって全て濡れ衣だったんですよね。私はちゃんと分かっていたのに、母の作品を先生が盗作したなんて。モデルになった私は絶対に違うって分かっていたのに。だよな。そういう感じになるよな。それにしたって、そうにしては話が薄すぎる。浅すぎる。かつて俺は青い色を使ってこの子の絵を描いた。それは先生がバカみたいな家になって小さな霧の箱の住人になってしまった日のこと。俺はこの子のために一枚の絵を描いた。だが後になって先生の一作が出てきたのだ。かつての師弟だっただけであり、もともと俺たちはタッチがよく似ていた。加えて人物画というのは構図にそれほど多くのパターンがあるわけではない。しかも共通の知り合いを絵に描いたのだから似ているのも当然といえば当然だった。言ってしまえばただそれだけのこと。技術的な説明をすればいくらでもそれを証明できるはずだった。だが、それは俺の自業自得だ。亀にがまつい画家はもともと業界で嫌われていた。ちょうどマスコミの注目を集めた時期に重なったのも良くなかったんだ。よく似た絵が2枚あるだけなんて記事より、天才画家の盗作疑惑の方が週刊誌はよく売れたに違いない。単なる愉快犯による放火が原因だった。だが、火の手はやがてワイドショーにまで広がり、ネット上に届いた時点で一気に大炎上したのである。そうして作り上げられてしまった流れに逆らおうにも、俺にはあまりに味方が少なすぎた。つまりは嫌われ者の自業自得だ。母の遺作が見つかった時、それを発表したいと言ったのは私だったんです。先生が私のために描いてくれた絵もあんまり素晴らしくて。その時、サキは込み上げてくるものをこらえるように鼻の先にぐっとシワが、はい、5時。鼻の先にぐっとシワを寄せた。私みたいな普通の子の部屋に飾られたまま、誰の目にも触れないのはもったいないって説得されて、そしたらまさか花騒ぎになるなんて。私さえ余計なことをしなければ、先生は今も画家を続けていて、あんな風に素晴らしい作品をきっともっとたくさん。それは違う。またスイッチ入った。思い出したくもないようなことは他にも山のようにあったのだ。引退するにはいい機会だったというだけだ。あの頃には俺は特に画家として使い物にならなくなってたんだからな。まさかこの子が俺にこだわる理由が罪悪感だったとはな。だがそれでも絵を習おうとする理由まではつかみきれなかった。ありえません。先生はありえない嘘をつく天才です。だって入学式のアーチを見たとき、私はすぐに先生の作品だって分かりました。あなたの祈りに触れて、私はまたあの時と同じように感激してしまったんですよ。まさか俺に絵を習うことにこだわるのも？はい。私は絵が好きというより、先生の絵が好きなんです。耳の痛くなるような静寂の中にもどこか情熱が秘められていて、見ているだけで手触りを感じるくらい人の体温のようなものが溢れ出していて、ほっとする。私には母の記憶はほとんどありませんけど、
先生の絵の中にお母さんを感じる時があるんです。それは、俺はこの子の母親に絵を習った。絵を描く楽しさを教わった。何よりこの子には母親譲りの才能がある。だから今のままでは開花しない。ただの絵を描くことが好きな女の子で終わる。俺にはそれさえ分かってしまうのだ。離婚の理由ははっきり教えてもらえませんでしたが、母はストレスを抱えて時々ヒステリーを起こしていたことだけは印象に残っています。嘘だろ、あの先生が？ええ。母が亡くなった後、日記を読ませてもらった時、そこに出てくる母は私の知らない母で、鍋島先生はそんな母を知ってるはずですよね。それが絵を教えていた時の母なんですよね。彼女の瞳にキラリと輝くものがにじむのを見て、思わず胸が締め付けられる。おそらく先生が結婚して娘を産んだのは俺と別れてからのはずだ。一体どうしてそんなことになっていたのか。そのせいで実の娘でさえ本当の先生を知らぬままになってしまったというのか。そして俺だけが先生のことを彼女に伝えられるのだとしたら、頑くなにサキを拒絶してきたことこそ間違いだったのかもしれない。感想を言うだけでいいのか、サキ。君の絵を見て感想を言うだけでいいのか？いいですか？ただし感想だけだ。お前が察している通り、俺は画家だったことを隠して生きている。まだ絵を描くことが苦しいんだ。だからそこが限界だ。それでもいいのか？もちろんです。でも、まだお金が。ただの感想を聞くのに金を払う必要なんかない。その代わり、女の子は夜中に一人で露店を開くなんて真似は二度としないこと。いいな。はいよし、やった。サキは軽く涙をにじませたまま、胸の前で小さくガッツポーズをする。先生は心を軽くしてくれる天才ですね。これからよろしくお願いします、鍋島先生。その口癖も母親譲りだな。お母さんのことで覚えていることちゃんとあるじゃないか。そうなんですか？なんだ、意識しないで使っていたのか。私、よろしくお願いしますなんてそんなにしょっちゅう言ってますか？違う、そこじゃない。どうやら本当に自覚がないらしい。だが絵を通じて少しずつでも母親のことを知ってもらえればいいさ。記憶なんてものは時の砂とともに少しずつこぼれ落ちていくものだ。だからこそこの子には一かけらでも多く先生の記憶を拾い集めて伝えてあげられたら。俺は祈りを捧げるようにそう誓っていた。あれからサキを自宅近くまで送り、アパートまで戻ってきた時には、時刻はすでに夜半を過ぎていた。暦の上ではすでに新しい一日が始まっていたらしい。開いて寝るか。ふと台所で林のように、なんだこれ。何やったっけ。いいわ。空き瓶の列が目に入る。多分やめるやろ。あ、酒買ってね。あ、続けるんだ。いや、まあいいか。絶対やらないつもりでいたのに、先に絵を教えると決めた途端、むしろ心の荷物を一つ下ろせたように気持ちが軽くなった。これなら今夜は酒に頼らずとも眠れるかもしれない。
軽くシャワーを浴びた後、期待とともにベッドへ滑り込む。ダメだ。むしろ遠足を前にした小学生ばりにギンギンに目が冴えてるわ。コンビニで酒買ってくるか。まったくそうそう都合よくはいかないもんだな。